本日は歴代感動した BL5000 をおすすめします。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ストーリーは他の BL と比べてテンポがゆっくりめなので BL の世界に浸りたいという人にぴったりです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。まずは絶対0度。好き同士でありながら引き裂かれ、それでも惹かれ合う2人はまた巡り合う。こんなにも切ない愛がこの世に存在していいでしょうか。目が覚めたら隣にあなたがいないかもしれない。好きなのに時空に隔てられているせいで思いを伝えることさえできない。あまりに美しすぎる愛の形に息をするのも苦しくなるほど心が締め付けられた。スアンソンはいつも一人で映画館に足を運び、決まって G9 の席を選んだ。会場は空いていたのにもかかわらず、自分の隣の G8 の席にオンサが座った。こうして2人は出会った。やがて恋に落ち、幸せな日々を共に過ごしていたが、ある日オンサが交通事故に遭い、病院で意識不明の重体に。スアンソンはオンサが助かるならどんな代償でも払うと強く願い続け、その思いが時を超え、彼はオンサの学生時代へとタイムスリップした。未来から来た大人スアンソンとまだ学生のオンサ、2人は再び恋に落ちるが、スアンソンは自分の正体を知っているからこそオンサの思いに応えることができない。しかもオンサが過去のスアンソンと出会わなければ事故に遭うこともなかったので、彼は2人が再び会わぬようオンサを遠ざけようとする。それでも2人の思いは日に日に深まり、誰かが犠牲にならなければならない運命なら自分がその役目を引き受けようとどちらもそう願った。もはや私の部屋は涙の海と化した。執着心は強いけれど決して押し付けがましくはない。スアンソンにとってオンサが生きていることが何よりも大切で、彼の幸せを最優先に考えて行動した。けれどオンサの目にもまたスアンソンしか映っていなかった。この物語とよく似た構造を持つ韓国ドラマ Once Again がある。あの時ジフンはジェウを守ろうとして変質者に刺された。罪悪感と悲しみを抱えたまま大人になったジウはある日偶然過去にタイムスリップした。今度こそ自分がジフンを守ると誓い、たとえ自分が再び刺されることになっても彼には生きていてほしいと願った。しかし真実を知ったジフンもまたかつてと同じように自分を犠牲にしようとする。もし絶対0度のような切なくも強い愛を描いた作品が好きなら、きっとこの物語にも心を奪われるでしょう。次は先生物語。私はこのドラマを少なくとも5回は見た。その度に鳥肌が立ち、見終わった後はしばらく呆然とするほど心を揺さぶられる。ティアンは裕福な家庭に生まれ、何不自由ない生活を送りながら毎日を遊び半分で過ごしていた。しかし彼は生まれつき心臓病があるので移植ドナーが必要だった。一方トーファンは山奥の村でボランティア教師として働いていた。村人たちから深く慕われながらも、ある日不慮の事故に遭い病院に搬送され、くしくも同じ日ティアンも心臓発作で運ばれており、医師たちは脳死状態となったプーファーの心臓をティアンに移植した。手術から起きたティアンの手元には彼女が残した日記があった。ティアンはその日記に書かれた彼女の思いを知り、彼女がやり残したことを自分が引き継ごうと決意。彼女のいた村にようやくたどり着き、彼は疲労でチーフの胸に倒れ込んだ。チーフは厳しい言動を見せつつも村の生活に慣れないティアンを陰ながら支えていく。この物語には NC シーンは一切ないが、それでもチーフとティアンが紡ぐ関係には言葉では語り尽くせない美しさと深い愛情があった。例えばチーフがティアンを守るために銃弾を受け、病院でティアンが彼に寄り添って眠る場面。チーフが起きてただ手を握るだけのシーンにも胸が締め付けられるような感情が押し寄せた。ある時ティアンはチーフが残ってほしいと一言さえ言えば自分はずっとここに残ると決めていた。またティアンの両親の目の前でチーフが彼の額にそっとキスを落とした場面など、一つ一つの仕草や言葉が2人の積み重ねた時間の重みを伝えてくれた。決して派手ではないけれど、だからこそ心に深くしみる、そんな瞬間がこのドラマには溢れている。そして何よりも印象的だったのは、ティアンが涙ながらに自分は1000個の星を数えられない、それはトーファーの願いだからと訴えたシーン。その時チーフは優しく、しかし強く彼を抱きしめてこう言う。これからはプーファーの願いではなく自分自身のために生きてほしいと。真夏なのにダウンコートを着たくなるくらい鳥肌が立った。
そんな風に静かで力強い愛が書かれたこの作品は心の奥深くにいつまでも残り続ける名作。次は奇跡。好きな人が自分を好きになってくれる。そんなの現実では奇跡のようなもの。この作品を見て私は感動せずにはいられなかった。一番強く心に残ったのは、純愛なのにこんなにもリアルに悲しくて切ないという感覚。ここにあるのは一途で心に刺さるような愛だった。お金がなくアルバイト漬けの日々を送るゾンイ。ある日、彼が怪我をした倒れていたジョー・ルイを偶然助ける。ジョー・ルイはヤクザの人間で、敵から身を隠すためしばらくゾンイの家に居候することになる。まっすぐで真面目なゾンイと過ごすうちに、ジョー・ルイは次第に彼に惹かれていく。しかし自分の立場やゾンイの将来を考えると、簡単には思いを伝えることができなかった。ようやくジョー・ルイがゾンイの気持ちを受け入れた矢先、ヤクザの敵に2人の居場所がバレてゾンイが襲われる。それを目にしたジョー・ルイはとっさに相手を殺してしまう。ジョー・ルイ自身も重傷を負い、昏睡状態で病院に運ばれた。その間、ジョー・ルイの祖父は未成年のゾンイに対し、ジョー・ルイの罪をかぶって自首してくれたら君の父の医療費を全て肩代わりすると取引を持ちかける。家族とジョー・ルイを守るため、ゾンイは医者になる夢を諦め少年院に入る決意をする。数年後、出所したゾンイはジョー・ルイを恨むどころか、彼の大好きだったイチゴケーキを並べたスイーツショップを開き、帰りを待ち続けていた。しかしジョー・ルイは自分のせいでゾンイの夢を壊してしまったことに耐えきれず、記憶を失ったふりをして彼に会うことを恐れていた。 BL の世界では最後に好き同士が結ばれることが当たり前に書かれることが多いかもしれないが、現実の世界では奇跡が起こることの方がずっと少ない。好きになった相手に振り向いてもらえず、勇気が出せなくて思いを伝えられなかったり、せっかく結ばれたのに裏切られたり、恋にはいろんな形がある。だからこそ BL の世界に惹かれてしまうのかもしれない。好き同士が結ばれる姿を見ているだけで心が浄化されて癒されて、明日もまた頑張ろうと思える。この奇跡には片思いの辛さも、引き裂かれる苦しさも、そして結ばれた時の幸せも全てが詰まっている。喜怒哀楽の振れ幅がとにかく大きくて、まるで心を思いっきりストレッチされたような、そんな感覚に包まれた。特に忘れられないのは第11話、ゾンイーがホテルの部屋のキーを握りしめ、ジョー・ルイの部屋に入っていくシーン。バックグラウンドに流される音楽とともに涙が止まらなくなった。まるで嬉しさの渦に飲み込まれたような感覚で、画面越しに心が震え続けていた。次は陳情令。わかりやすく言うと、ナルトでいう火の国木の葉隠れや風の国砂隠れのように、この作品の世界にも大きな里が5つに分かれていて、里同士が常に牽制し合う関係性にある。ざっくり例えるなら、ランちゃんは木の葉のような知略型タイプ、ウェイインは自由奔放で砂隠れタイプ。ちょっと乱暴な例えかもしれないけど、雰囲気はそんな感じ。本当は語りたいことが山ほどあるが、今回は感動したシーンに絞ってご紹介しよう。初めて言葉を交わした日、ウェインが内緒でお酒を持ち込もうとしたところ、ランちゃんに見つかり、剣を抜いて待機することに。でも16年後に再会した時、ランちゃんはその手でお酒をウェインの部屋へと運び、かつては咎めたものの今はそっと差し出す。その変化にどれほどの思いが込められていたのか。不夜天の戦いで暴走しかけたウェインを止めるため、ランちゃんは敵対するしかなかった。けれど絶望の中でウェインが崖から飛び降りた瞬間、唯一その手を掴んだのはランちゃんだけだった。そして16年後、再びウェインが世間から討伐対象となった時、今度こそランちゃんは世界を敵に回してでも彼の味方でいることを選んだ。ウェインが姿を消した16年間、ランちゃんは彼の味方であり続けることで、無知300の刑と禁足3年という重い罰を受けた。それでもランちゃんはウェインを探すことを諦めなかった。ある日、ウェインがふざけて、エンは俺の息子だよと冗談を言ったことがあった。そしてウェインが消えた後、ランちゃんは本当にその子エンを引き取り、兄のように、そして父のように育て上げていた。エンが生きていることを知ったウェインは再会の瞬間に感激の涙を流した。ウェインはウサギが大好きで、かつてランちゃんの裏庭に密かにウサギを飼っていた。ランちゃんは当時好きじゃないと言っていたのに、16年後ウェインが戻ってくる時、ウサギたちは今もそこにいて、しかもすっかりランちゃんに懐いていた。陳情令は BL 小説を原
原作に改編された中国のブロマンスドラマ全50話を見終えた後、私は感動しすぎて1週間ほどこの世界から抜け出せなかった。その上ブロマンス特有の寸止めに欲求不満が爆発し NC シーンがある原作小説を全話購入。もっと詳しく知りたい方がいればぜひコメント欄で教えてください。リクエストが多ければ陳情例特集動画を作ります。ちなみに16年間はそんなに長くない。愛の香りは3世を待った愛の物語。それは別の動画ですでに紹介したので上のリンクからアクセスしてください。最後に To Sir with Love。 舞台は1930年代のサイアム。ティアンとジウの一目惚れも美しくて胸がときめいたが、今回私がどうしてもハイライトしたいのはティアンとヤンの兄弟愛。恋愛感情は一切ない。それなのにここまでまっすぐで深くて真摯な兄弟の絆が書かれた BL 作品は私は見たことがない。魂を揺さぶられるような思いに胸がいっぱいになってしばらく動けなかった。孫家は5つの華僑家族とビジネス契約を結び、さらなる富と権力を手に入れようとした。その中でも孫家はご流会の主席を務め、次期後継者として第一夫人の息子ティアンが選ばれていた。けれどそれを面白く思わないのが第二夫人。彼女はあらゆる手段を使って自分の息子ヤンを後継者にしようとティアンを蹴り落とそうとする。ティアンは同性愛者。でも時代は1930年代。しかも彼はご流会の後継ぎとして育てられ、家を背負う責任が課せられていた。そんな中で自分のセクシュアリティを隠し続けることがどれほどのプレッシャーだったのか、想像するだけで息が詰まりそうになる。ティアンが劇を見たいと言って父親はそれを許さなかった。そんな中ヤンは何も言わずこっそり窓からティアンを連れ出して劇場へ連れて行った。そして帰ってきた時父に責められると、自分がどうしても見たくて連れ出したと全ての責任を自分のものにした。ティアンが同性愛者だと気づいた時もヤンは責めることなく、ただ静かにそっと肩を抱きしめて疲れたと優しく声かけた。今まで兄が抱えてきた全ての痛みを代わって抱きしめようとするように。さらにティアンの母がその秘密を守るために殺人を犯したかもしれないと知った時、ティアンは心身ともに崩れ落ちた。そんな彼を支えたのもやはりヤンだった。自分がいるから大丈夫と全てを包み込むように抱きしめた。ティアンが涙を流すたびにヤンは繰り返す。どんなことがあっても俺はお前の味方だ。こんな兄弟愛を見せられて泣かない方がどうかしてる。 To Sir with Love は政治、家族、愛、そして自分自身との戦いが交差する壮大で繊細な物語だった。恋愛パートナーだけではなく人間ドラマとして私の心に深く残った。以上が感情を揺さぶる BL ドラマ5作品だった。それぞれ世界観も背景も違うけれど共通していたのは、愛は奇跡のようなものというメッセージ。絶対0度。過去を変えようとした青年がタイムスリップ。もう一度出会えるなら、あなたを救えるのならそれだけでいい。そんな思いが静かに胸を締め付ける。先生物語は他人の心臓を受け継いだ青年が誰かの生きた証をたどり、自分の人生に意味を見出していく。好きの一言や手を握るだけの優しさがこれほど胸を打つのかと涙が止まらなかった。奇跡は現実の苦しみや不安の中でそれでも惹かれ合う2人。好きな人が自分を好きになってくれるのはどれほど奇跡か。切なさ、孤独、そして報われた時の幸福が心を洗浄してくれた。陳情令は16年という長い歳月を超えても誰よりも深く結ばれた2人の魂。誰を敵に回しても君の味方でいる。そう言わずとも行動で示す愛が静かに燃えて涙を誘った。To Sir with Love は1930年代という閉ざされた時代で見せてくれた兄弟の絆。無償の家族愛という形で書かれた思いが逆に強烈だった。それに恋愛もすごく素敵だったので見どころがたくさんあった。BL ドラマといえば胸キュン、甘いロマンスと思われがちだが、今回紹介した作品たちは愛とは何か、生きるとは何かを静かにでも確かに問いかけてくれるものばかりだった。もし一本でもまだ見ていない作品があったら、ぜひ心を静かに震えるこの感覚を味わってみてください。ではでは。